道元校って何？禅の教えを囲む小さな集まり。こんにちは。前回は春彼岸についてお話ししましたが、今日は一般的には聞き慣れない、でもとても大切な講という文化についてお話しします。講とは何か、観音講や地蔵講という言葉を聞いたことはありますか？同じ信仰を持つ人たちが集まってお参りをしたり、お互いの親睦を深めたりするコミュニティのことです。その道元禅師を中心とした集まりが道元講。曹洞宗の開祖、道元禅師を慕う人たちがどんなことをしているのか、わかりやすく紐解いていきましょう。道元禅師ってどんな人？鎌倉時代、厳しい修行の末に、ただひたすらに座る止観多座を伝えた方です。福井県の永平寺を開いたことでも有名ですね。教えの核心、何か特別な奇跡を求めるのではなく、今ここにある自分の行いを整えること、ただひたすらに座禅すること、それ自体が悟りであると説きました。道元禅師がこの言葉をそのまま残したわけではありませんが、その教えのエッセンスです。道元講で何をするの？一般的には道元禅師の命日や特定の日に集まります。お寺でお坊さんと一緒にお経を唱えたり、道元禅師の著書、正法元造の一節を学んだりします。茶会の重要性。実はこれが一番大事かもしれません。お参りの後にお茶を飲みながら近況を報告し合う。信仰を通じた心のセーフティーネットのような役割も果たしました。うちも道元講を毎年行っています。いつから続いているのかわかりませんが、少なくとも先々代の住職の頃からあります。興味深いのは、他の法要と違い、この道元講だけは女性が集まる場だったということです。この辺りの地域は昔から農家が多く、周囲とは少し離れた場所にあります。当時の女性たちは農作業を手伝い、朝から晩まで家事をし、子育てに追われ、なかなか自由に外出することができませんでした。ですが、お寺の集まりという名目があると、その間は堂々と出かけられたそうです。地域の女性たちが集まったとき、皆さんは一体何を話したんでしょうね。言いたいことや聞きたいことは山ほどあっただろうなと想像します。実際のところ、道元禅師の教えを学ぶ以上に、気兼ねなく集まれる機会として、この講は大きな意味を持っていたのではないでしょうか。なぜ今、道元講なのか。今の時代、一人で座禅をするマインドフルネスも流行っていますが、道元講は共に座る、共に学ぶというつながりを大切にします。私の住む秋田でも、こうした地域コミュニティとしての講は形を変えながら残っています。雪深い冬、集まって誰かと教えを語らう時間は、どれほど心を温めてくれたことでしょう。道元講は単に難しい学問を学ぶ場所ではなく、
道元禅師の教えを真ん中に置いて、みんなで支え合って生きていくための知恵の場なんです。私が思うに、道元禅師を慕う人たちというのは完全な建前です。そういうことにしておけば、お寺は女性が集まる機会を作れるし、男性はお寺に言われたからという理由で女性の外出を拒みにくいという効果があったと思います。皆さんの地域にはどんな講がありますか？よかったらコメントで教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。